Hello，大家，40岁以前想达成的10件事第8集。随着10条的愿望清单一条一条的减少，我们的剧集也来到了后半段，是时候该发展2位的感情了。我们就来看看这2位成熟的大人又会给我们带来什么样俏皮却令人安心的感情发展。あの日初めてなんです。やっと本当の気持ちを口にできたのに。本集又是庆司视角。ちゃんと伝えられないまま。那为什么小雀的位置是空的？なんか寂しいよね。東條さんのほんわか笑顔が見れないと。大阪出張か。哎，这个女同事是不是知道他们2个的事啊？住民票取りに行けなかった？大丈夫。哎，我没有想到这个女同事居然有重要剧情哎。引っ越しの手続きは私がす在るから。搬家呀。いや大丈夫だって。ああごめんって。優吾が大変なのは分かってるよ。看来是情侣同居的烦恼啊。哦，今天没有列表事项。宇田川さん、はい。あさってのプレゼン資料。あ大丈夫です。今日中に完成するんで明日には。大丈夫っていうの癖になってない？啊，这个女生扛太多事情在她自己身上大丈了。夫じゃないなんて言えないでしょう。もう29だし。所以你们算是同期同事啊。あれ2人って29だっけ？はい。今日飲みに行かない？でさ、もう付き合ってさ3ヶ月くらいなんだけどさ、もうなんかこう心の距離が縮まんないっていうかさ、むしろ逆に冷めてってる感じでさ。我们现在要仔细听田中的恋愛烦恼，这可能都是庆司的烦恼。同い年だからさ、なんかわかんじゃないの？そのくくり無理ないですか？まあとにかくさ、所以田中是年下是吧？温度感が違うっていうか、もうすっげえ不安なんだよ。それはわかります。俺も。さては本命できたか？哎呦，まだ一般論。だから庆司真的很会应付田中哦。お互いの好きがずっと同じとは限らないでしょ？そんなことないでしょ？这样子把话题拉回来，很好，庆司。ない。ベースは人それぞれなんじゃないですか？それなんて言えばいいかな？それは自分で考える。这个时候男友来来电。ちょっと一緒に電話してきます。引っ越し自体が嫌だってこと？啊。大家さんにも言っちゃってんだよ。そんな今さら。優吾の気持ちは分かった。大丈夫だから。哎，你又大丈夫？明日の夜ちゃんと話そう。快崩溃了，真的，我带入这个女生，我也快崩溃了。虽然我不确定她男朋友的立场啦。言ってたじゃん。庆司在看着她哦。你居然把这魔术方块解出来！酒強くないのにハイペースだよね。酒量不好却步調很快，这不就是在说他处理感情的能力吗？有点人菜瘾大的那个感觉。今も同棲してなかったっいやしてるけど、ずるずるとなし崩し的な。け？いいじゃん、成り行きも。よくないよ。30までにはちゃんとしたいよ。哦，对，女生真的在这种事情上面会很急。キレられるほど若くもないし、受け入れられるほど大人でもないし。你真的对自己要求好高哦。29ってややこしいね。是每个年龄有每个年龄段的烦恼，不止39、29也有。いいな、田中さん。笑ってて。他们2个喝不醉的，得保持清醒，面对现实。すみません。哦，他说他会扛下责任，やり直しってことか。结果，明日のプレゼン資料データが古いままだったなんて。哦，偏偏这个时候小雀又不在。もしもし、東條さん。哦，出張中にすいません。東條さん、私すみませんでした。我对着电话鞠躬。気づけなくて悪かった。明日の朝までに修正できれば先方も問題ないって。大丈夫です。大丈夫じゃないよな。一人じゃ厳しいよな。哇，私のミスですし。小雀隔着电话都知道你的问题。
这个时候男朋友还来电哦，对他们约好今天晚上要聊聊搬家的事的，结果他要加班哦。ようやくあと半分か。一旦休憩してコーヒーでも飲み行きません？是，这个时候还真的需要田中来缓和紧绷的情绪。会食は黒木に任せてホテルに戻ったから俺にも仕事を振ってくれ。哦，マジかよ。啊哇，真的假的？小雀这伟岸的身影呐、踏着坚定的步伐回来救场了。下属们，你们的救星来了。何から手伝えばいい？这句话真的令人好有安全感哦。じゃあ進捗は随時共有する。ありがとうございます。みんな俺たちはワンチームだ。哦，哎，刚刚那很有意思哎，其实小雀好像真的跟他们现场在团结一心一样。なんか青春っすね。クロスの集計共有フォルダーにあげたから確認してもらえるか？はい。这个镜头好像他们面对面对话。最終チェック。宇田川さん焦らないで。小雀真的是完美的上司，都很了解下属的。ミスはいつでも挽回できる。哎呦，はい。是，我觉得这句话是本集的主旨，不管是工作还是感情，出错就及时补救就好。其实也没有忙到很晚，还8点多。啊，虽然说加班到8点多，我是不太想啦。哦不好意思哦，真的忙到很晚，我收回刚刚的话。問題なし。恭喜恭喜，庆次啊！みんなお疲れさん。よく頑張ったって。ありがとうございます。本当助かった。遅くまでありがとう。東條さんからチャットが来たら胸がわーって熱くなって。我也有这种感觉，庆次一脸骄傲，这是我骄傲的男朋友。あーごめんって。いや落ち着いてよ。私ね大丈夫じゃないの。全然大丈夫じゃなくて。很好，他会说出自己的问题了。いいよそれで。別れよ。哦，虽然我也有这个感觉，但是，你们还是回去谈下吧，分手什么的。どっちにしろ終わってたわ。かっこいい。すげえかっこいいよ。嗯，及时止损也算是补救的一环。決心できたの東條さんのおかげかな。無理して大丈夫って自分に言い聞かせなくていいって東條さんのおかげで思えた。なんであんな焦ってたんだろう。引っ越さなきゃとか結婚しなきゃとか。没错，干嘛非得结婚嘛？バカだ。俺だって焦ることあるよ。まだまだ修行中。今は歩く速度を合わせるのを楽しみたいなって。ケイシ君はいい人と出会えたんだね。那个人你也认识？私は同じペースで歩きたいなんて思おうともしてなかった。いつも勝手に一人で走ってたんだな。是，所以也不是说都是她男朋友的问题，只能说你们两个没有在对的时间遇到。おはよ哎呀，東條さん、ありがとうございます。う。よく頑張ったね。プレゼン俺も一緒に行くから心配しないで。東條さん、昼戻りって聞いてたのに。朝一で戻ってきてくださったんですね。いや放不下你们啊！お土産豚まん昼休みにみんな食べて。哦，怎么这么好？ありがとうございます。東條さんって本当すごい。マジで最強だと思う。真的，在这种慌乱的时候照顾到这样的人情世故，我真的太佩服这种人了。实际上你也很疲惫。全然寝てないんじゃないですか。是的，小雀的疲惫也只能由庆司来承担。俺、東條さんの
部下で本当に良かったなって。你跟我想一样的事情哦。平日は上司と部下、休日は恋人。そうね、すずめちゃん。你承认的是恋人。ダメよ、すずめちゃん。こんなとこで寝たりしたら風邪ひいちゃうってば。起きて。小雀，你的身体状况有点多，原来都是你这些坏习惯造成的。啊？しばらく週末会うのは。什么？为什么预告有这些抓马的？一人がいいんだよ。什么啦？不要吓我啦！预告。这一集的主角不再是小雀了，甚至好像也不是庆司，真的是有点不太习惯吼。不过也是啦，剧情发展到这边，是时候稍微停下来，给前面的故事做个总结。其实小雀跟庆司对于感情的步调不一致这件事情，前面几集就一直不断的在重复上演了。两个人的不安，其实我们一直都陆陆续续能看到，只是说这两个都是温柔的人，所以看起来好像事情没有爆发，反而爆发的是他们那个同事羽田川。我不知道是不是因为羽田川她是女生的关系，她面对这种婚恋问题、现实问题，感觉更实际、更血淋淋。她那个焦头烂额的样子，真的好像我们身边会出现的那种女性朋友。虽说前几集也有描写庆司跟小雀他们面对的感情现实问题，但总感觉还是铺上一层滤镜的。哇，这一集那个羽田川的故事，直接把所有的东西都不加修饰的摆到我们面前。哇，说真的，这一集看下来，我都跟着焦虑了。不过还好，工作的问题有小雀这个定海神针，就算他们部门真的遇到问题，也能够团结一心，一起把问题给化解掉，甚至还因此启发了羽田川，让他结束感情，让他说出了自己并不是逮救捕，自己要济世之孙。那当然，在一旁旁观的庆司也有因此受到感染，所以让我们看看接下来的庆司会不会如他所说的，就稍微改变了自己对于跟小雀的这个感情的一些看法，不再那么焦急，不再想要确定，而是静静的陪伴就好。所以说，那个预告不要吓人，这两个人怎么可能因为一点小困难就放弃？尤其现在的庆司还是那个已经消除了不安跟焦虑的庆司，更不可能因为一点小问题就跟小雀 sayonara 的啦。不过说真的啦，虽然说这一集的风格又比前几集更偏现实，但是现实生活中，我们应该是不太可能像羽田川那样子，因为上司讲了一个什么道理，就突然顿悟，然后改变了自己的人生方向，从此之后豁然开朗，不太可能。大家在这方面可能也要适时的降低对自己的预期，有些改变真的不是一蹴而就的。戏剧是戏剧，终究还是比较美化的，我们的改变也要对自己多一点耐心。希望大家不要嫌我啰嗦，应该不会扯到太远吧。行，这集就看到这边，我们下次见，拜拜。